お前もか。どうもヒデチューブです。ついにゲットしました不死身のグレートマイトガインパーフェクトモード。いやー、探しましたよ。近所の店全部回ったような気がする。行ったのが浜北鑑定団、浜松鑑定団、鈴本、竹屋、八百屋、どこも売ってなかったです。ガオガイガーの弾丸 X はね、どのお店にも在庫がありました。これだけ探してもないんで拉致が開かないんで、最終手段を使うことにしました。知る人ぞ知る名店大川原に行きました。お店がどんなお店かについてはね、プラガブさんが詳しく紹介してますんで、そちらの動画を見ていただくとして、ここでねやっと見つけることができたんですよ、不死身のグレートマイトガイン。嬉しかったです。めっちゃ嬉しかったです。ただですね、ちょっとした事件が起きまして。大惨事だよ。どうすんのこれ。言っておきますけどね、これ好きで2個買ってないですから。なぜかセットで売られてたんです。一応大川原の親父にはね、これ別々に売ってくれって頼んでみたんですけど、親父の言い分だと、これセットで送られてきたから片っぽだけ売っちゃうともう一個売れ残っちゃうだろうって言うんですけど、こんなもんセットにして売れるわけがないじゃん。まあでもそのおかげで売れ残ってて、私が買うことができたんで、ありがたく購入させていただきました。まあ片っぽは本気で作りたくなった時用に取っときましょう。今回はせっかくなんでパーフェクトモードの方を作っていきましょう。うお、古い模型屋の匂いがする。さすが長期在庫品。うわー、驚きの白さですね。まずは説明書を見てみましょう。シンプルな説明書ですね。こっちは完成見本か。すでにやばい匂いを感じる。説明書の中も至ってシンプルな作りになってます。ガオガイガーみたいな関係者が悪ノリで解説書いてるっていうのはないですね。あ、ここ自分で切れって書いてある。これが書いてあるキットはね、だいたい程度がひどいやつなんですよね。ランナー数えてみますか。はい、こんな感じです。ランナー枚数も部品点数も現代のキットと比べるとかなり少ないです。ただランナー1個がこれですごく大きくて重いんですよね。で部品もね、一個一個がすごく大きい。これは不安だな。ランナーの時点で気になったところについてちょっと話をしようと思います。まずポリキャップなんですけども、見えますかね、この鉄アレイみたいなこのポリ部品。こんなんガンプラで見ることないっすよね。あとこれね、パイプの横から棒ぶっ刺したみたいなこの形状の部品。この形状の部品知ってるぞ。ガオガイガーで見たやつだ。このキット一応発売したのはガオガイガーの後なんで、もしかしたらね、ベンチマークがあの青島のガオガイガーだったのかもしれないっすね。ランナーの方を見ていきましょう。なんかもう激ヤバ臭がプンプンする。見てくださいよ、ここ動輪圏のど真ん中に謎のポッチがついてる。これ成形不良なんだろうな。角の部品はね、よく見ると左右で長さが微妙に違います。どうなってんだこれ。別のランナーも見てみましょう。これはパーフェクトモード用の追加ランナーです。キャノン構える関係で少し短い角が入ってるんですけども、やっぱりね、左右の長さは微妙に違うんですよ。パーフェクトキャノン本体なんですけど、動画だとねちょっと伝わりにくいんですけども、とにかく造形がふにゃふにゃ、面がうまく成形できてなくて、なんだろうな、豆腐。これね、この部品に限った話じゃなくて、このキットの部品全てがそんな感じです。ちょっと気合い入れて作っていきましょう。もうランナータグがいきなり変なところにありますね。青島といい、不死身といい、なんでこういうユーザーフレンドリーさを捨てることをやるんだろうな。部品切ってみましょう。よいしょ。なんだろう、柔らかいぞこいつ。やっぱり豆腐なのか。ちっちゃい部品のゲートを切ったとこなんですけど、バリがひどすぎて
どっからどこまでが部品なのかが判別できないんですよね。ランナーはまだいいんですけど、これどこまでバリなんだろう、どこまで切っていいんだろう、やばい、本気でわからないぞこれ。はい、足の関節を作ってるとこなんですけど、分かりますかねこれ。部品精度がガバガバすぎてポリキャップがね全く用をなしてない。ここまで来ると笑うしかねえな。次は太ももです。ポリキャップ入れて部品で挟み込んで、見てほしいのはねここなんですよ。ポリキャップ真ん中来ないんだけど、どういうこと？次はすねです。ポリキャップはめて、よいしょ、部品合わせますと、ちょっとね上から見てほしいんですよ。ここ1精度ガバガバ、ひどくないっすか？ここの板状の部品。ポリキャップの受け構造について話をさせてください。マイトガインで対応されているのが半月状に切り欠きのついた板、これでポリキャップの軸を支えるっていう構造がね多用されてるんですけど、これねガンプラじゃまず見ない構造です。なんでかっちゅうと、ポリキャップを支える位置精度が出ないんですよね、この構造にしちゃうと。それに対してガンプラで使われる構造が同じ切り欠きでもちょっと深い切り先を入れといて、反対側の板はね一切切り欠きを入れないっていう構造、ガンプラで対応されるのはこっちです。これなら位置精度が比較的出やすくて、ポリキャップを支持するのが楽になるんですよね。まあでもこのマイトガインの場合はね、もうそんなことを語れるレベルの部品精度ではないんで、正直ねポリキャップを使っていい部品精度ではできてないです。足ができました。形状的にはね結構いけてる気がします。腰部分ができました。サイドアーマーは一応稼働しますけどガバガバです。パカ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 って動いちゃいます。フロントアーマーはもちろん動きません。首の接続部の軸が異常に細いです。細すぎて折っちゃいました。困った。直す気もしないんでこのまま放置しましょう。頭部です。部品精度が全く出てないんで隙間だらけ。もう勘弁してくれ。肩関節いきます。ここなんとねポリキャップをそのまま使うときっちりはまらないです。隙間ができて接着すらできない。これはあれだな、自分でポリキャップの軸を切って調整しろってことだな。スパルタンだな。やるか。手首はこれだけ付属します。これが決めポーズ用。隙間だらけですね。これが武器持ち手。これが握り拳です。隙間だらけです。決めポーズ用の手首があるのは嬉しいですね。バンダイもこういうところ見習えよ。腕が完成しました。形状的には悪くない。なんだろう、かっこよく見えますね。全体的にモールドは浅いです。サフ吹いたら一発で埋まっちゃいそう。関節弱い。取れた。嘘だろう。数多くの苦行を乗り越えてなんとか形になりましたんで立たせてみましょう。どうだ、お前はいけるか。どうだ。位置が出ないぞ。ふにゃふにゃしてる。立った。やったー。ダメだ。まあ作ってる途中からこうなることは分かってましたけどね。頭外しといてよかったですわ。絶対角折れてたと思う。気を取り直してパーフェクトキャノンまで作りました。形状は悪くないんですけどね、やっぱ部品精度がクソすぎるな。豆腐にしか見えなくなってきた。このままキャノンつけてもさっきみたいにぶっ倒れるのは間違いないんで、ちょっと関節を強化しましょう。関節強化の音もタミヤテープ。こいつで足の関節周りをぐるぐるにして強化して、なんとか無理やり立たせてみたいと思います。関節強化できたんで立たせてみたいと思います。
ついに完璧な姿を拝めるかな。どうだ、いけるかな。ちょっとまだバランスが難しいですね。よし、立った。素晴らしい。やりましたよ。こうやって見てみると部品それぞれの形状はそんなに悪くない。逆に言うと形状以外の部分は全部ダメですね。ひどい。プロポーションは微妙に崩れてるし、部品精度は全くもって出てない。さらに構造的にも欠陥だらけっていう、まさにクソキットにふさわしいプラモデルですよ。これの量産許可したやつはね、会社クビになってもしょうがないと思いますね。いやー、しかし個人的にはね、非常に満足しました。組み立てるのはね、もう完全に苦行なんですけれども、青島のガオガイガーとこの富士見のグレートマイトガイ、この2つを経験しとけばね、もう怖いもんはないですね。今回の動画は以上です。ちょっとでも面白いと思った方、ぜひチャンネル登録をお願いします。それではまた次回お会いしましょう。